ミモザの鉢植えを大きくさせたくない。でもできるだけ健康的に育てたいと手入れをしてきた記録です。2021年2月20日、庭に春の草花が欲しいと園芸店に行った時に、あまりヒョロヒョロしていないミモザを見つけた。多分若い時に主軸を切って低く抑えてあるのだろう。何も支えがいらなさそうな点が気に入って買うことにした。イギリス中央部の2月はまだ寒く、マイナス5度以下になりそうな夜は車庫の中に避難させた。近所にミモザの木があって、どのくらい大きくなるのか分かっていたので、最初から庭に植えるつもりはなかった。鉢植えのままで大きさを抑えていこうと思う。鉢は買ってきた時の薄いプラスチック製のままだ。ただ風で鉢ごと何度も倒れてしまったので、そのまま一回り大きいしっかりとした鉢の中に置いて管理する。まだ買った時の値札や説明書きさえ外していない。4月6日には季節外れの雪もちらついたが、順調に花は咲き始め、満開になったのは4月の半ばぐらいだった。5月16日、購入時のプラスチック鉢からほぼ同じ大きさの陶器の鉢に入れ替えて剪定した。この際も根は触っていない。ここでようやく値札や説明書きを外した。アカシア・アルマータと書いてあるが、この写真は実物と違うように見える。多分アカシア・デルバータの間違いではないだろうか。6月13日、剪定から約1ヶ月、新しい芽が出てきた。ここで年が変わって約1年後、2022年3月16日、この年のミモザの写真はこの1枚だけ。昨年よりも早く3月の半ばで満開になっている。その1年後の2023年2月19日、また花が咲き始めた。ところがこの年は3月の後半になっても、昨年の5分の1程度の花しかつかずに終わってしまった。きっと鉢が小さく根詰まりしているせいだろうと、一回り大きなものに植え替えた。この時も根は触っていない。翌2024年1月7日、明らかに前年よりもつぼみの量が増えている。また寒い日には車庫に避難させ、2月には花が咲き始めた。だが、前年鉢の中で根がいっぱいになった時の影響か、根の張り方が不均一になったのかもしれない。このように右の方から先に花が咲き始めた。Diego. No, no, it's the other one. Look at it. Look, look. この年は花が咲いて枯れていく様子を写真に残してつなげた。すっかり花も終わった4月14日、今回は剪定とともに初めて根も切り詰める植え替えをすることにした。この時ミモザは根を触れられるのを嫌う植物だということは知らなかった。
少し考えた挙句、今年伸びたと思われるところまで切り戻すことにする。一応切り口に保護剤を塗り込んでいく。効果があるのかはわからない。植え替え作業がしやすいように、当日は水をあげずに少し乾燥させている。自作ツールを使って根をほぐしていく。白く見えるのは前回鉢を一回り大きなものにした際に入れたパーライト。映像では伝わらないが、根を触っていると何とも言えない匂いがする。庭にあった豆の花を植え替えている時にも似たような匂いがした記憶がある。ミモザモを属するマメ科植物の特徴なのかもしれない。露出している根がだいぶ乾燥してきたようなので、一旦水に浸しておく。鉢底にネットを張って、粗い軽石のようなものを入れ、その上に今までの鉢に入っていたパーライトと赤玉土などの一部を再利用した。うまく録画できていなかったが、その上に新品の赤玉土を流し込んだ。根と根の間にもその赤玉土が行き渡るように竹串で押し込んでいく。
しっかり根が張って安定するまでは麻紐で縛って固定することにした。根元を少し露出させるようにしたので、保護のために水苔で覆っていくことにした。5月9日、植え替えから15日くらい経って少し下の方が枯れてきた。これが根を触りすぎた影響か、水やりに失敗したのかわからない。幸いに枯れた部分はさほど広がらず、枯れ葉は自然に落ちていった。4月に入って一部だけ枝が飛び出してきたので切り戻すことにした。同時に固定していた麻紐を外し、保護で覆っていた水苔も外す。この頃には新しい葉がたくさん出てきた。夏休みに実家に帰省する際には、自動的に給水する仕組みを作って水切れを防いだ。夏は雨が降らないときは基本毎日水をあげていたと思う。そして2025年2月、また花が咲いては散っていった。この年は3月中旬から終わりにかけてが満開だった。
これ以降のシーズンもまたベッド求める予定です。ありがとうございました。